り解説。激動の2011年。日本と世界を揺るがした衝撃のニュースベスト10。ねえマリサ、2011年ってもう14年も前になるんだね。当時はいろいろなことがありすぎて、今思い返すと記憶が少し混ざっちゃっている気がするわ。そうだな。2011年は日本にとっても世界にとっても、まさに激動の一年だったぜ。未曾有の天災、歴史的な政変、スポーツの奇跡、喜びと悲しみが入り混じった、一生忘れられない12ヶ月だったんだぜ。あの年は、絆っていう言葉を本当によく聞いた気がする。ニュースも暗いものだけじゃなくて、なでしこジャパンみたいに希望を感じるものもあったよね。ああ、未曾有の国難の中で、どう前を向くか日本中が模索した一年だったのぜ。テレビの完全地デジ化や海外の歴史的な政変など、今につながる重大な出来事が盛りだくさんだ。それじゃあ、当時の空気を思い出しながら、2011年を揺るがしたニュースを10位から振り返っていくぜ。第10位。菅直人内閣総辞職と野田佳彦内閣の発足。2011年9月2日。第10位は政治の動きね。2011年の秋頃に総理大臣が交代した記憶があるんだけど、どんな風に新しい内閣が始まったのか教えてくれる？ああ、2011年9月2日に野田内閣が正式に発足した出来事だぜ。その数日前の8月30日に菅直人内閣が総辞職して、民主党政権の中でリーダーが交代したんだ。菅総理から野田総理へ交代したんだね。震災から半年も経たない時期だったけど、どうしてこのタイミングでトップが変わることになったのかな？端的に言うと、震災対応への批判や党内の対立で、菅政権が継続困難な状況に陥っていたからだぜ。菅元首相は震災や原発事故の対応について厳しい追及を受けていて、特例高裁法案などの成立を条件に退陣を表明していたんだ。ようやくそれらの法案が成立したことで、在任449日で政権の幕を閉じたんだな。なるほど。一つの区切りがついた時期だったんだね。それで次に選ばれた野田さんといえば、自分を何かに例えて話していたのがすごく有名だったよね。そうだな。野田氏は民主党代表選の演説で、相田光夫氏の詩を引用してこう語ったんだ。ルックスはこの通りです。土壌は土壌の持ち味がある。金魚の真似をしてもできないってな。自分が地味でも泥臭く、実直に課題に取り組む姿勢を示した名演説として知られているぜ。金魚の真似はできないっていう表現に、野田さんの実直な性格が現れている気がするわ。当時の日本が求めていた誠実さを感じさせる言葉ね。その通りだぜ。こうして発足した野田内閣は、海江田万里氏らを破った代表選を経て、9月2日の信任式をもって正式にスタートしたんだ。震災復興と原発事故収束という、戦後最大の難題に真正面から向き合うことを誓った、重厚な幕開けだったんだぜ。第9位。イギリス。ウィリアム王子とキャサリン妃のロイヤルウェディング。2011年4月29日。ねえマリサ、2011年は震災で大変だったけど、春頃にすごく華やかで幸せな気持ちになれるニュースがあったわよね。ああ、もちろんだぜ。第9位は2011年4月29日に行われた、イギリスのウィリアム王子とキャサリン妃のロイヤルウェディングだぜ。ウェストミンスター寺院での結婚式ね。日本でもテレビでずっと流れていたのを覚えているわ。そうだな。この結婚式は、世界中に希望と幸せを届けた歴史的な一日だったんだぜ。当時は震災からまだ1ヶ月半ほどで、日本中が悲しみに包まれていたけれど、この眩しいほどの輝きに勇気をもらった人も多かったはずだぜ。そうね。あのキャサリン妃のウェディングドレス姿、まるでお姫様みたいで本当に綺麗だったもの。具体的にな、当日の4月29日はロンドンのウェストミンスター寺院に約1900人のゲストが集まり、中継を視聴したのは世界で推定20億人と言われているぜ。まさに地球規模の注目度だったんだな。20億人、そんなに多くの人が一つの画面を見ていたなんて、想像もつかないわ。特に、アレキサンダー・マックイーンのドレスは圧巻の美しさと絶賛されたぜ。
式典後はバッキンガム宮殿のバルコニーで二人が二度もキスを披露し、大群衆から割れんばかりの歓声が上がったんだぜ。テレビ越しでもその熱気が伝わってきた気がするわ。幸せなニュースって、国を越えて人を笑顔にするのね。その通りだぜ。このロイヤルウェディングは、世紀の結婚式として今も記憶に刻まれている。暗いニュースが続いていた2011年において、一筋の明るい光を差し込んでくれた、最高にハッピーな出来事だったのぜ。第8位、九州新幹線、博多、新八代間、全線開業、2011年3月12日。2011年3月といえば震災の印象が強いけれど、九州の方で大きな鉄道のニュースがあった気がするわ。第8位は何かな？よく知っているな。第8位は2011年3月12日に、九州新幹線が全線開業したことだぜ。全線開業、博多から鹿児島まで繋がったのよね。でも、3月12日って震災のちょうど翌日じゃない？その通りだぜ。このニュースの要点は、未曾有の災害の直後という困難な状況下で、静かだけれど力強い幕開けとなったことだぜ。博多から新八代間が開業したことで鹿児島ルートが一本につながり、山陽新幹線との直通運転も始まったんだ。九州と関西が新幹線で直接結ばれたなんて、本当ならお祭り騒ぎだったはずよね。具体的にはな、前日に震災が発生した影響で、予定されていた祝賀行事は全て中止。この CM も不謹慎だとして放送自粛になってしまったんだ。あんなに素敵な CM なのに？ああ、でも、今こそこれを見るべきだと YouTube に投稿されると、日本中が泣いたと言われるほどの大反響を呼んだんだぜ。震災の絶望の中で、沿線の人たちが全力で手を振る当たり前の笑顔が、何よりの希望に見えたんだな。あの CM、私も見たわ。みんなの笑顔がすごく温かくて、震災の地の不安な気持ちが少し和らいだのを覚えているわ。そうだろう？あの映像は世界でも高く評価されて、カンヌ国際広告祭で金賞を受賞したほどなんだ。お祝いの行事はできなかったけれど、新しい水穂や桜の走る姿が日本に勇気を与えたのは間違いないぜ。静かな出発だったけれど、人々の絆を感じる素敵なニュースだったのね。ああ、九州全土の期待を乗せたこの開業は、復興に向かう日本にとって、西から届いた希望の頼りになったんだぜ。第7位、タイで過去最悪の洪水被害。2011年10月から11月にピーク。ねえマリサ、2011年の後半って、海外でものすごい洪水のニュースがあったわよね。あれって日本にとってもそんなに大変なことだったの？ああ、第7位は2011年10月から11月にかけてピークを迎えた、タイでの過去最悪と言われる大規模な洪水被害だぜ。タイの洪水か。日本でも連日大きく報じられていた気がするけど、どうしてそこまで注目されたのかしら？実はな、この洪水は単なる自然災害っていうレベルじゃなくて、世界中のものづくりの根幹を止めてしまった歴史的な事件だったんだぜ。当時のタイは日本の製造業にとって命綱とも言える超重要な生産拠点だったから、そこが水没した影響は計り知れなかったのぜ。タイの工場が止まると、日本や世界で製品が作れなくなっちゃうってこと？経済のつながりってすごいのね。具体的にな、この過去50年で最悪の洪水では、アユタヤ周辺を含む7つの工業団地が完全に冠水したんだぜ。特にハードディスクの生産が世界規模で止まって大混乱になったし、ホンダの工場で泥水に使った数百台もの新車が廃棄される映像は、世界中に大きな衝撃を与えたんだぜ。せっかく作った新車が泥だらけで廃棄されるなんて、見ているだけで胸が痛むわね。震災からの復旧を目指していた時期だったから、余計に辛かったんじゃない？その通りだぜ。震災の傷跡から立ち直ろうとしていた日本経済にとって、この供給網の分断はまさに泣きっ面に蜂というべき大打撃だったんだ。世界がいかに繋がっているかを改めて痛感させられた、忘れられないニュースなのぜ。第6位、リビア、カダフィ独裁政権の崩壊とカダフィ大佐の死。2011年10月20日。
第6位は中東のニュースだね。カダフィ大佐という名前は子供心にもすごくインパクトがあったけど、2011年に大きな動きがあったの？ああ、第6位は2011年10月20日に起きた。リビアのカダフィ独裁政権の崩壊と、カダフィ大佐自身の死亡という歴史的な出来事だぜ。独裁政権が崩壊したのね。長い間君臨していたイメージがあるけど、どうして急にそんな事態になったのかしら？一言で表すなら、42年もの長きにわたった鉄拳統治が、民衆の怒りとアラブの春という巨大なうねりによって完全に打ち砕かれたからだぜ。リビア全土で民主化を求めるデモが激化し、やがて内戦へと発展した結果、最強を誇った独裁者も逃亡を余儀なくされたんだ。42年も、それだけの長い時間が終わるときって、やっぱり衝撃的だったんでしょうね。事実、その最後はあまりに劇的だったぜ。カダフィ大佐は出身地のシルトで逃げ場を失い、道路脇の汚い排水管の中に隠れているところを発見されたんだ。その直後の混乱した様子や、血を流して拘束される生々しい映像が携帯電話で撮影され、瞬く間に世界中へ拡散されたんだぜ。排水管に隠れていたなんて、かつての権力者の姿とは思えない最後ね。世界中の人がその映像を見て、時代の終わりを感じたんだろうな。そうだな。こうして2011年10月20日、リビアの独裁は終焉を迎え、中東と北アフリカの勢力図は劇的に塗り替えられたんだぜ。一つの強大な力が消える瞬間の危うさと衝撃を、世界が固唾を飲んで見守った凄まじい一日だったのぜ。第5位、米軍によるウサマ・ビンラディン殺害。2011年5月2日。第5位は何かな？海外の重大ニュースが続いているけど、次はもっと大きな動きがあったのかしら？ああ、第5位は2011年5月2日に発表された、米軍によるテロ組織の指導者ウサマ・ビンラディンの殺害だぜ。ビンラディン、その名前、ニュースで何度も聞いた記憶があるわ。2001年の同時多発テロの首謀者と言われていた人よね？その通りだぜ。このニュースがなぜ世界を揺るがしたかというと、実に10年という長い歳月をかけたテロとの戦いにおいて、最大かつ象徴的な区切りがついたからなんだ。アメリカにとって最優先の追跡対象だった人物がいなくなったことは、一つの時代の終わりを告げるような衝撃だったのぜ。10年も追い続けていたのね。執念を感じるわ。その時の様子はどんな風に伝えられたの？具体的にな、2011年5月2日にパキスタンのアボッタバードという場所にある隠れ家を、米海軍特殊部隊のシールズが吸収したんだ。作戦成功を受けてオバマ大統領がホワイトハウスからテレビ演説を行い、正義は下されたと宣言したんだぜ。これを聞いた米国民がホワイトハウス前やグラウンドゼロに集まり、星条旗を掲げて歓喜に沸く姿は圧巻だったな。その後、遺体は空母から海へ水送されるという異例の対応が取られたのも驚きだったぜ。テレビの前で喜ぶ人たちの姿、すごく情熱的で印象に残っているわ。正義は下されたっていう言葉の重みが、当時のアメリカの人たちの気持ちを代弁していたのね。そうだな。世界中が固唾を飲んで見守っていた10年越しの結末は、多くの犠牲者への鎮魂とともに、国際情勢における巨大な節目として刻まれたんだぜ。まさに2011年という年が、歴史の転換点だったことを物語る凄まじいニュースだったのぜ。第4位、地上デジタル放送への完全移行。アナログ放送の終了。2011年7月24日。第4位は何かな？ 2011 年は、私たちの生活がガラッと変わるような大きな節目もあったわよね。その通りだぜ。第4位は2011年7月24日に起きた、地上デジタル放送への完全移行、つまりアナログ放送の終了だぜ。ああ、地デジかね。あの頃はみんな、テレビが見られなくなるって大騒ぎしていたのをよく覚えているわ。実を言うとな、この出来事は日本のテレビ史において最も巨大な歴史の転換点だったと言えるんだぜ。1953年の放送開始以来、半世紀以上にわたってお茶の間の主役だったアナログ放送が、ついに役目を終えて新しい時代にバトンを渡した、
象徴的な一日だったのぜ。半世紀以上も続いていたものが終わるなんて、すごいことよね。当日のテレビ画面って、一体どうなっちゃったのかしら？具体的にな、7月24日の正午になった瞬間、岩手、宮城、福島を除く44都道府県でアナログ放送が終了したんだ。その3県だけは別だったの？東北3県は震災の被害が甚大で、テレビの買い替えやアンテナ工事どころじゃない状況だったから、特例で2012年3月まで延期されたんだぜ。なるほど。被災地の状況を考慮した判断だったのね。正午に青い告知画面に切り替わり、夜の11時59分に完全に電波が止まって砂嵐になった時は、ネット掲示板でも一つの時代が終わったってお祭り騒ぎだったんだぜ。確かに、ずっとついていたテレビが急にあの画面になるのは不気味よね。さらに、古いレコーダーを使っていた家では録画ができなくなったり、慌てて地デジチューナーを買いに走ったりとな。鹿のキャラクター、地デジカも、当時は見ない日がないほどの有名人だったぜ。告知画面や砂嵐、一つの時代が終わる瞬間って、なんだか少し寂しい感じもするわね。でも、あの大騒動のおかげで今の綺麗な映像があるのね。そうだな。この完全移行によって、日本のお茶の間は高画質なデジタル時代へと正式に足を踏み入れたんだぜ。技術の進歩だけでなく、国民のライフスタイルそのものを塗り替えた、2011年を象徴する忘れられない社会的事件だったのぜ。第3位、アップル創業者スティーブ・ジョブズ氏の死去、2011年10月5日。第3位は何かしら？ 2011 年は悲しいお別れもあったけれど、世界を動かしたあの人のニュースよね？第3位は2011年10月5日に世界中を駆け巡った、アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏の訃報だぜ。ジョブズさん、私でも名前を知っているわ。iPhone を作って、私たちの生活を魔法みたいに変えた人よね？まさにな。このニュースが衝撃的だったのは、彼が単なる経営者じゃなく、デジタル時代の預言者として世界を変え続けていたからだぜ。彼がいなければ、今のスマホ社会はもっと遅れていたかもしれないほど、その存在は圧倒的だったのぜ。56歳って、まだ若すぎるわよね。当時の街の様子はどうだったの？具体的にな、彼が亡くなったのは新型の iPhone4S が発表された直後という、ドラマチックすぎるタイミングだったんだ。世界中のアップルストアの前には、ファンが備えた花束やリンゴ、キャンドルが山のように積み上がったんだぜ。長年のライバルだったマイクロソフトのビル・ゲイツ氏も、彼と一緒に働けたことは、とてつもなく光栄だったと深い哀悼の意を捧げたほど、その死は人類の大きな損失として受け止められたんだぜ。ライバルからもそこまで言われるなんて、本当に特別な人だったのね。彼が残した製品は、今も私たちの手の中にあるものね。その通りだぜ。ジョブズ氏の独創的なビジョンが失われた2011年10月5日は、テクノロジーの歴史において最も寂しい一日の一つとして刻まれているんだぜ。第2位、なでしこジャパン、女子ワールドカップ初優勝の快挙、2011年7月17日、日本時間18日。次は第2位ね。これは日本中がパッと明るくなった、あの最高のニュースよね？第2位は2011年7月17日、日本時間の18日未明に起きた、なでしこジャパンの女子ワールド杯初優勝だぜ。女子サッカー、朝早かったけど、みんなテレビにかじりついて応援していたのを覚えているわ。そうだな。この快挙がこれほどまでに愛されているのは、単なるスポーツの勝利を超えて、震災で傷ついた日本に再び立ち上がる勇気を届けてくれた奇跡だったからなんだぜ。男女通じてアジア勢初のワールド杯制覇という偉業は、日本人の折れない心を世界中に知らしめることになったんだ。奇跡の勝利、あの試合、本当に最後までどうなるかわからなくてドキドキしたわ。具体的にな、決勝の相手は世界ランク1位の最強アメリカだったんだ。二度もリードを許す苦しい展開だったけど、延長後半の117分、主将の澤穂希選手がコーナーキックを右足のボレーで合わせるという、伝説的な同点ゴールを決めたんだぜ。
PK 戦を3対1で制して優勝を決めた後、選手たちが世界中からの支援に感謝しますという横断幕を持ってピッチを回る姿は、世界中から圧巻の賛辞を浴びたんだぜ。澤さんのあのゴール、今見ても鳥肌が立つわ。自分たちが大変な時なのに、世界への感謝を忘れなかった彼女たちの姿に、日本中が涙したのよね。その通りだぜ。なでしこジャパンが2011年に見せてくれた最後まで諦めない心は、復興へ歩み出す日本にとって何よりの光になったんだ。まさに日本スポーツ史に永遠に刻まれる、最高に美しくて強い勝利の記録なのぜ。第1位、東日本大震災の発生と福島第一原子力発電所事故。2011年3月11日。2011年を語る上で、絶対に避けては通れない、あの日のことよね。第1位はやっぱり、第1位は2011年3月11日に発生した東日本大震災と、それに続く福島第一原子力発電所事故だぜ。午後のあの瞬間、世界が震えたのを今でも鮮明に覚えているわ。本当に、日本中がパニックになったわよね。この震災が戦後最大の国難と言われるのは、巨大地震、大津波、そして原発事故という未曾有の複合災害だったからだぜ。私たちの安全神話やエネルギーへの考え方、そして当たり前の日常がいかに脆いかを、日本中が突きつけられた歴史的な転換点だったんだぜ。映像で見た津波の恐ろしさや、真っ暗になった街の景色は、思い出すだけでも胸が締め付けられるわ。具体的な事実としてな、午後2時46分に発生した地震はマグニチュード9.0という国内観測史上最大のものだったんだ。岩手や宮城、福島の沿岸部には10メートルを超える巨大な津波が押し寄せ、一瞬にして街を飲み込んでしまった。さらに福島第一原発では全電源を喪失して水素爆発が発生し、広範囲に避難指示が出される深刻な事態に陥ったんだぜ。首都圏でも計画停電で明かりが消えたり、コンビニから品物が消えたりと、誰もが日常の崩壊を肌で感じたはずだぜ。あの時、初めて電気があることや家族と一緒にいられることのありがたさを心から感じたわ。今でもあの感覚は忘れていないわ。そうだな。この震災は私たちに計り知れない衝撃を与えたけれど、同時に人と人との絆の大切さを再確認させてくれた出来事でもあった。あの日から始まった復興への道は今も続いていて、私たちはこの記憶を風化させずに未来へ繋いでいく必要があるんだぜ。総評またはまとめ。というわけで、2011年の重大ニュースを振り返ってきたぜ。なんだか、たった1年の間にこれだけのことが起きていたなんて、改めて驚いちゃったわ。そうだな。震災という大きな悲しみもあったけれど、なでしこジャパンの優勝やロイヤルウェディングのように、私たちを笑顔にしてくれる出来事もあった。激動の中でも、日本は一歩ずつ前を向いて歩んできたんだぜ。14年前の出来事だけど、今に繋がっていることがたくさんあるのね。皆さんも、当時の記憶で印象に残っていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは、これからも昭和や平成の懐かしい記憶を呼び起こす解説を届けていくぜ。もし今回の内容が良かったら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。私からもお願いします。また次の動画で会えるのを楽しみにしているわね。